様でした。お家に帰ってきました。11時半の予約で説明受けたり痛み止め飲んだり術前の写真撮影だりなんだりして1時ぐらいかなから1時半ぐらいまで施術30分ぐらいだったそうです。電車乗ってコンビニで甘いもん買って帰ってきました。今回やったのが顎下、エラ下、頬の脂肪吸引とイタリスト33の6本 2,3 時間つけてくださいってで5分10分休んでまた 2,3 時間つけてくださいっていう風に指導されました。やっぱつけっぱなしだとそれはそれで血の巡りが悪くてでなんでつけてるかっていうとここの今脂肪を取ってプカプカしているところをちゃんとピタッとくっつけてもらうためだそうです。ちょっとだけねこことねここが内出血してました。でも痛みは10中1ないかなって感じ。現時点ではこの辺のね顎下がうっすら筋肉痛みたいな感じを今感じてます。で糸が入ってるこことかここから挿入したはずなんですけどここは全然痛くないですね。帰ってきてお腹空いてたんでコンビニのフラッペ買って飲んだんですけどストローから飲む分には全然口は不便感じなかったです。で今このバンドで口を押さえられてるから若干変な喋り方だけどしばらく大きいもの硬いものは食べないようにって指導されました。あと大きい口を開けてあくびをするなどはやめましょうとのことです。で私初日の所感思ったより自分腫れるなって腫れがあるかなって感じたので看護師さんが脂肪吸引された方インディバムを合わせてやってあげるとダウンタイム楽になりますよっておっしゃってたので明日インディバの予約入れました。これでより腫れがね早く引いてくれるといいなって思ってます。術中も全然静脈麻酔で意識ほぼない。なんか首グイグイってされてるな、フェイスラインなんかグググって入ってるなっていう感じで、なんか私寝言ぼんやり言ってたらしいですけどなんて言ってるかは分かんなかったですって看護師さんが言ってました。ウケる。これバンドさ向き合ってんのかな。上下の向きがいまいちよくわかんない。なんかここをね脂肪吸引したからピチってさせといた方がいいんだって。バカみたいだね面白いね。口も普通に動くし会話に不自由はない感じがします。でもただちょっとまだこことここの感覚が鈍くてあと糸が入ってるのでいきなりギューって表情作るのはちょっとまだ怖いかもなって感じです。ここがね本当にペランペランになったので麻酔のチャプチャプと腫れが落ち着いてくれるのが楽しみです。ここ内出血おはようございます。ダウンタイム1日目です。パン丸です昨日よりやっぱり腫れが出てますね。この辺にグミぐらいの大きさと硬さのほこりが硬さが感じられます。こっちの方が小さめなほこりがあってやっぱり触るとこの辺は痛いですね。ここにあったあざがここに移動してきて今結構濃い紫みたいになってます。こことこことここにテープがまだついてます。夜3時ぐらいに痛みがちょっと出て目が覚めてで寝る前に腫れ止めと抗生物質しか飲まなかったんですよね。なので寝てる間に痛みが出てきちゃってなんかここがあちあちな
腫れてる感じがして、このままだと二度寝できないなっていうぐらいの痛みだったので、痛み止め飲んですぐまた就寝しました。あとやっぱり横になってると顔が腫れてくるなって感じがしたので、普段より体を起こして頭側を高くして寝るといいよって言われたので、痛み止め飲んだ後はビーズクッションに持たれてうとうとするようにしました。そしたら朝にはだいぶ痛みは減って、手術直後レベル1、夜中痛かった時レベル3、朝起きたらまた1って感じでした。ギュッて押さなければ痛くはないかなぐらいです。ここのね、くぼみが、ぼっこりの上下のくぼみが見えるのが現時点ではちょっと気になります。腫れが引いてこうつるんと治ってくれればいいんですけどね。左右差結構ある。でもこれは今腫れてる状態なので、腫れが収まったらどうなるかに期待ですね。もう今日はフェイスバンドしなくていいはず。なんか慣れつけてる間こうグイッグイってして、ここでベルクロで止まってるんですけど、なんかここが絶えずこう無理やりしゃくれさせられてるみたいな感じで、下顎が疲れました結構。昨日2時間を3セットぐらいつけたかな。でも痛くて起きた夜は外したまんまあとの3時間ぐらいは寝ました。今朝は、お薬飲むためにゆで卵1個食べて、ゆで卵もこうちゃんとかじれました。なんかウイダーとかストローのジュースとか買って帰ってきたんですけど、晩ご飯にうどんも食べたし、食事と飲み物は普通に問題ないですね。ちょっと上向いてここの筋肉がウイってなると若干痛いので、振り向いたりも問題なくできるはできるんですけど、運動はまだ無理ですね。今日この後インディバを受けて、ダウンタイム短縮と拘縮を和らげるためのなんか温める施術っていうのを受けてきます。で、明日から仕事再開でにっこりはできるかな。普通に仕事は問題ないですね。痛いのはこのエラから顎にかけてなので、仕事に支障はないと思います。おはようございます。ダウンタイム2日目です。今日から仕事復帰するので軽く化粧しました。昨日と同じくらいかなって感じで、腫れてる位置がちょっと下に下がってきた感じがしますね。エラ周りと顎下、首にかけてが結構パツパツな感じがします。あざは昨日と同じくあるって感じで、なんか黄色みがじゅわってはみ出てきてるなって感じ。昨日インディバを予約してクリニックに再度行ってきたんですけども、受けてみた感想はあんまりよく分かってないです。微弱な電流をこうクリームの上からゆっくり当てて、整形外科で使う低周波みたいにピリピリすることもなく、本当に電気出てるのぐらいの感じで、本来インディバってもうちょっと熱を加えて脂肪溶解に役立てるツールらしいんですけど、術後2週間はですね、熱を通さない方がいいよって言われて、今回受けたのは非加熱モード、熱がそんなに出ないタイプの機械モードを当ててもらったので、ちょっとぬるめだから、なおさら本当に何が起きているのか実感できなくて、ただ手術の次の日にスタッフさんに会って、なんか不安な点とか質問を結構真摯に聞いてもらえたので、これぐらい腫れてるのは正常な反応だよっていう説明を丁寧にしてもらえたので、不安が取り除かれたっていうか、クリニックに行ったことは良かったかなと思うんですけど、手術して1日休んで2日時短で働いて、もう1日休んで
5日目6日目フルで働いてって感じのスケジュールなんですけど、今の感じだとそれは問題なくこなせそうだし、そんなにね人に驚かれるような要望どうなんだろう、このあざはやばいか。でも日焼け止めとコンシーラーでねある程度和らげられる程度だと思うので問題ないかなって思ってます。で、食事も問題なく、今朝はヨーグルトとグラノラ食べました。怪我が治るにはタンパク質いっぱい取った方がいいって YouTube で見たので、積極的にタンパク質を取って、あと腫れが引いてほしいのでお水もいっぱい取ろうねって感じです。食欲もあるし、咀嚼にも会話にも問題感じてないです。昨日初めて術後シャワー浴びて洗髪したんですけども、糸リフトのね位置全然わかんなくて、もう普通にワシワシ頭洗いました。ただ頭皮をあんまり動かすとここのね糸リフトの突っ張りがちょっと怖いので、いつもよりはちょっと優しめに頭洗った感じですね。洗顔とあと美容液塗るとき顔をグイグイすると痛いので、未だにこの辺はそーっと触ってるって感じです。でもそれ以外は依然として痛みレベル10中1って感じですね。怖いので寝る前は必ず痛み止め飲むようにしてます。なのでグッて押さなければ痛くない。昨日の帰り道赤信号になるからって駆け足したら顎肉が揺れてちょっと痛かったです。だからやっぱり運動って無理だなって思いました。そんな感じです。また経過に変化があれば動画撮っていきますね。バイバイ。おはようございます。ダウンタイム7日目です。施術からちょうど1週間経ちました。腫れの峠は4日目ぐらいだったっぽくて、5日目6日目あたりからちょっとずつ毎朝起きたら毎朝起きたら顔の腫れをペタペタと触ってチェックする日々が続いてるんですけれども、昨日一昨日ぐらいからちょっとずつパンパンカチカチの状態から和らいできた感じがします。で、内出血はちょっと日光で飛んじゃって分かりにくいかな。肉眼だとこの下から黄色くあるって感じですね。ここにちょっとあった内出血がここで溜まって行き場を失ってる感じがします。早く解散してほしい。ここがシェーディング失敗してる人みたいになってます今。あとは初日に結構目立ったあざはだいぶ薄く狭くなって、首のラインに沿って黄色くじんわり広がってちょっとずつ薄まってってる感じですね。昨日一昨日カフェ出勤したんですけど、周りの人にもコメントされることなく普通に仕事できてました。唯一コップをね上の方から取るときに上を向くときに筋肉痛みたいなちょっと痛みを感じるなっていう瞬間はあったんですけど、それ以外はね仕事には全く支障なかったです。元気そのもの。やっぱりねまだねこのエラ下のあたりに腫れが溜まってるって感じで、一番顕著なのがこの顎下ですね。手応えで言うとたこ焼きぐらい腫れてますね。ちょっと硬い感じ見えるか。5日目ぐらい以降からちょっと下向いた時のこのフェイスラインが手術前より顔痩せしたみたいな雰囲気だ醸し出してきてます。ここがまだ腫れてるので骨のラインをぴったり触ることができないんですけど、顎下もかなり期待できる気配は感じてます今。あとお薬に関してなんですけど、
手術が終わった時点で痛み止めと腫れ止めと抗生物質を処方されまして、抗生物質は3食3日分飲み切ってくださいって言われたんですけど、痛み止めと腫れ止めに関しては任意だったんですね。で、痛み止めはちっちゃい錠剤だったんですけど、腫れ止めがシンエックっていうアメリカのお薬ね、バカでかいんですよ。これ飲むの難しくって、3日目ぐらいにお水で飲んだんですけど、食後15分空けてくださいっていう注意書きがあることを忘れてて、すぐ飲んじゃったんですよ。そしたらなんかこう通った時にこう食道にゴン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 みたいな殴られたぐらいの衝撃があったっていうか、胃の手前で詰まってんのかこれはみたいな感じで何回もお水飲んで流したんですけど、それが2回ぐらいあって、そっから3日間ぐらいなんかご飯が通るたびにこう殴られた後みたいなね、違和感を感じてます。あと2粒残ってるんですけど、もういらないかなと思ってて飲むのやめました。怖い。傷跡に関してすごい4日ぐらいでだいぶ収まりました。今もうね、かさぶたもなくて、傷口ちっちゃくなるの早くて驚いてます。私傷の治りタイプで悪いんですけど、ここと耳たぶの下と、もうテープは2日目以降剥がしてて、私はテープ貼るとかぶれちゃったり水ぶくれできたりすることがあるので、私はテープ剥がしてこう保湿してって感じでやってます。あんまこすんないようにね、ペッ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 って塗ってます。日焼け止め塗るのが難しくて、日焼け止めってこう伸ばすじゃないですか。この辺難しくてゴツゴツしてるから、あんまり皮膚を揺らしたくないからそーっと塗ってます。顔面的にはそんなにまだ変化ないんですけど、気持ち的にはだいぶ上向き始めましたという1週間経過報告でした。おはようございます。ダウンタイム2週間経過しました。14日目です。今から飲み会に行くので、もう遅れちゃいそうなので現状確認だけ。顎がだいぶ薄くなってきました。フェイスラインもシュッとしたけどデコボコはしているかなって感じなので、来週にまた期待です。バイバーイ。猫。おはようございます。ダウンタイム21日目。手術からありがとう。手術から3週間経過しました。腫れの峠は4日目だった気がします。で、最初の1週間は4日目以降結構ぐっと腫れが引いた時間があったんですけども、1週間目から2週間目、2週間目から3週間目の間は結構緩やかな減少傾向にあるというか、もちろんね、1週間目はたこ焼きと膝と膝ってぐらいの手応えだったので、そこから考えたらだいぶ落ち着いたなって感じがするんですけど、よく見るとまだここにボコつきがあるのと、こっち側の方が左に比べて腫れがまだ残ってます。ここにグミ1個分ぐらいの腫れがあって、ここにもまだ腫れが残ってる感じがします。顎下もうっすら塊がいる感じがまだしますね。左側の方が腫れが引いてきてて、フェイスラインが触れるようになってきました。ちょっと下向いた時のね、この線がシュッてしてて気に入ってます。来週で4週間1ヶ月になるので、まだこのモコモコ状態はね、変化があると思うので、もう少し経過取っていきたいと思います。にっくりした時のここがだいぶ減ったかなっていうのと、グイって顎を引いた時の二重顎がほぼない。傷の感じもね、すごいちっちゃいニキビ跡ぐらい残ってます。これがすごい感動してる
治りがとてもいい。このね、耳の裏の傷がゲームするときヘッドホンするんですけど、ここがギュッてなってちょっと痛いかも。なんかゲーム続行できないほどじゃないんですけど、押されると痛いって感じ。それ以外には生活で全く不便なことはなくて、もう上も全然向けるし、ちょっとググってこの腫れてる部分がギュッてされる感じしますけど、痛みは全く今現時点ないです。先週ね、友達と会ってね、10月に韓国行く計画立てたので、めちゃくちゃ楽しみです。いっぱい動画撮りますね。はい、3週間経過、こんな感じでした。またね。おはようございます。ダウンタイム30日目。1ヶ月経過しました。フェイスラインはこんな感じです。今までと同じく iPhone 内カメ加工なしで撮ってるんですけど、なんか調子いい気がする。痛みはもうずっと1週間以降なくって、腫れもだいぶ引いてきました。顎下にだけね、うっすらとまだ存在するかなって感じで、左側はほぼドリフトの感触だけ残ってるって感じで、ここはもうほぼ出来上がりなのかな。右側がね、この辺がちょっとまだグミグミしてる感じがあるかなって思うので、こっち側のフェイスラインはもう少し変わってくれるかなっていう期待があります。なんか毎日自分で鏡見てるとそんなに変わったのかなって思っちゃう節があるんですけど、術後初めて会った友達のネイルをした時、ネイルする時ってこう下を向いてこう作業するんですけど、全然違うよってその友達が励ましてくれたので嬉しかったです。こう引いた時のここの顎がないっていうことに気づいてくれました、友達が。確かに下向いた時の自分のブニブニがほぼなくなってる。この角度盛れるようになるのは結構嬉しいかも。早くね、誰かに10キロ痩せましたかってコメントされたいです。変わってないです。施術前も現在も今65キロ健やかな体重でございます。顎の傷は本当にちっちゃくって、ほぼニキビと同サイズですね。ここにニキビできちゃったので、これのうち3つは脂肪吸引の傷で、そのうちの1つがニキビです。なんかニキビがパンパンに腫れちゃった時ぐらいの手応えがあります。つつくと痛いみたいな。でも普通にしてる分にはもう咀嚼する分にも歯磨きする分にも何の支障もないって感じですね。ここの傷も本当に小さくなって、つつかなければ存在も忘れてるって感じですね。痛みの経過で言うと、痛み止めが必要だったのは最初の3日間ぐらいですね。あとはもう軽い筋肉痛みたいな感じが1週間で、あざは1週間を境にほぼ目視できないぐらい薄くなりましたね。8日目からはコンシーラーもいらないぐらいほぼなくなりました。いい感じな気がする。こっち側から見てほしい。こっち側はまだちょっと完成してないんで、3ヶ月後に期待って感じなんですけど、手術の時にここ取りませんかっておすすめされたんですけど、私的には取らなくてよかったのではって思ってます。なんか何しろこけるのが怖くて、なんかふっくらした印象は絶対に減らしたくなかったので、なんか丸い顔だけどフェイスラインシュッとしてるねっていう印象を目指してるので、私このフェイスラインより外側のお肉は取っていいと思うんですけど、フェイスラインの中の顔の中のお肉ってあればあるだけいいと個人的には思うので、人の好みそれぞれだとは思うんですけど、
こう笑った時に顔がこう増える。ここのお肉が結構減った感じがしますね。もうゴーって出てきてたんですけど、なくなったわけじゃないけど、大幅にサイズダウンした気がして、ニコってしてもパンパン丸じゃない感じになるのでは。もっとちゃんとわかりやすい検証動画撮っとけばよかったな、術前に。で、ちょっと後悔しました。やっぱ整形慣れしてないから、ビフォーの撮影がうまくできないっていうのが、気づきを得ましたね、今回。一旦ね、経過を、日々追っていくのはこれで終わろうかなって思ってます。何かご質問等あれば、いっぱいコメント書いてください。自分が自分を肯定してあげられてたらなお良かったんですけど、そのお金をかけて自分が自分をより肯定できるようになったかっていうと、もう少し私は時間が必要な気がします。シュッとしたことによって笑い方が明るくなったんじゃないかなって思ったりとか、下向いた時にちょっと漏れて見えるんじゃないかなっていうプラスの面はあるので、いやでも見た感じいいな、顔面の調子が。にっこり。おはようございます。ダウンタイム32日目です。1ヶ月経過したのでクリニックに行って経過の撮影をしてきました。ついでに眉上のボトックスしてもらってきました。で、お医者さんに伺ったところ、心配してたここのライン、くぼみというか段差はですね、糸リフトが苔の部分に頑張ってこうやって持ってってくれてる、引き上げてる拘縮のラインだそうですので、いい感じの治りのサインって言われました。もともとあった苔に対してここが腫れてるから今こう見えてるだけだよって言われたので、安心して経過を見ようと思います。今8割9割完成って感じらしいです。ここからさらに拘縮とかね、ちょっとむくみが残ってるのとかもさらに落ち着いてくるので、もうちょっと小顔になれるらしいです。1ヶ月検診の時にクリニック発表してもいいですかって聞いたら、ぜひお願いしますって言ってくださったので、はい、今回私が手術お願いしたのはティアムクリニックさんです。なんか心配事ないんですかとか、ご質問ございますかってすごい丁寧に毎施術を聞いてくれるし、待ち時間めっちゃ短い。今日眉ボトと顎ボト気になってますって言った時も、眉はこうやって見せた時にやった方がいいかもしれないですねって言われて、顎はムってしたら目星になるんだけど、喋ってる時は出てないので、本当に気になるのであればやってもいいし、今日急務でないのであればどっちかだけだったら眉の方がいいんじゃないですかねみたいな、グイグイオラオラじゃない感じが気に入ってます。詳しくはティアムさんに LINE して相談してみてください。はい、以上です。長い動画を最後までご視聴ありがとうございました。これからはね、韓国編を撮っていこうと思いますので、また美容について、あとは美味しいご飯について発信していこうと思います。これからもご視聴よろしくお願いいたします。またねー。